これを触った時のその感覚、今日の一日の濃度はこれぐらいの濃度じゃねえけん、それはもう気温でも全然違うよ。それぐらい難しい。そうそうそう。何屋さん？何屋さん3店舗あるよね。でもね、美味しかった。これちょっと昨日これは出雲に行ったんで。おやつで食べれるような。朝、そうです。みんなオープン前に。そんなこと初めて言ったよ。そうやって思いよったんだね。うちらのこと。この人らこの時代が一番好きなんじゃろう。営業中は鬼の形相で、営業前は営業中は鬼の形相よね。ちょっとこう和やかなさ感っきの人はいないみたいなぐらいね。みんな鬼のじ。形相。ちょっと今この顔の代わりを取りますんで。あだけどこの時間がみんな楽しいな。あ、好きなんじゃ。9号線大好9号線新宿かなんかき。大体これでお昼の分とか全然。足らないです。1、2、3、4、あと5杯分ぐらいは出るかな。デンタルでいくら？1600円。向かいがどこかな？向かいがどこ？すごいね。でもなんかすごいちょっとこう。急速冷凍かけてはい。販売もショールする。そのままで焼けばいいだけですもんね。焼いてすぐなんで、ーそのまんまの風味とか味が変わらん状態で、通販向いてますよね。まあ時期的なものがあるんですけどね、やっぱり。やっぱ冬になると寒くなってくると増えてくるんですよね。それはお店でも一緒ですか？店でも一緒、ここの売り上げも一緒ですね。で夏と冬だとどのぐらいかな、1.3倍ぐらいは冬は増えるですね、夏に比べると。そんなに違う。ランチのサラダです。オニオンサラダが創業の当時から人気で、これはもう朝から準備してるわはいけ。、朝からもう自分たちで吸って一番美味しい太さによく切れるはい。刃物はいで吸ってるんで、苦味が少ないのかなって。少なかった。なんか甘かったというか。あとはその薄さおーですかね。ちょっと動くんですよ、刃あ、の歯の幅が。あ、そういうそうことやってるうちに。やってるうちに。なので刃の幅をちょっとずつ調整しながら、薄すぎたらべちょってあ水分が出やすくなるんで、かといって熱すぎてもちょっと食べた時の食感に苦みが残っていたりとかはいはいはいするから、多分すごく絶妙な感じで美味しかったです。手作業なんです。これが、切ってしまうと辛みが出るらしいんですよ。はい。こういう感じでそしたら辛みがあまり出ない。じゃあしっかり冷たいお水でしっかりさらしてあげて、揉んだらダメです。あ、なるほどなるほど。繊細なんですね。繊細なんですよ。お願いします。いらっしゃいませ。
はい。ドリンクいらない。めっちゃ散りますよ多分。ありがとうございます。ありがとうございます。次2です。あ、はい、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。 6番さん、ピリッとしたのをで先にはーい。はい、いらっしゃいませ。やっぱ女性の方が多いですか？ほとんど女性。男性だけで来ますか？あ、来ます来ます。一人でも。あ皆さん。比較的女の人が多いです。多いですね。どちらかというと。でも男の人も来ます。
ラザニア。いらっしゃいませ。なんでこんなに人気なんですか。お店に来る人はあれですけど。聞いてそんなこと言われてもグラタンを専門にしようところがまずないんですよね。で、まあ種類もそれなりに多いんで、やっぱりお客さんそれぞれでね好みも違うんで、同じバターライスでも具が違ったりとか。このご飯の種類はいいですよね。それで来られる。リピーターさんが多いですよね。常連客っていうか、昔から来られるお客さん結構。子供からおばあちゃんまで好きですよね。はーい。カキフライとはい。忙しくないのにね、いろんなものが出るね。今日忙しくないですか。まだ忙しくないです。追われてないもん俺。ああ。マカロニはあんまり出ないんですね。ライスグラタンなんですね。夜来る人がマカロニが多かったり。あ、そうなんですお酒とマカロニとかワインとか。ああ。どうぞ埋めていい。
どこに何を入れたとかどうやって覚えてるんですか？記憶力。記憶力。じゃけ喋れんの。あわからなくなってる。色と形と匂い。カレーは匂うじゃん。あ、はい。エビとかはもう色、色。形。チーズの奥をこう透かしてしっかり見たらわかるんですね。わかるわかる。さすが。左側半分。1個アイスコーヒーがありますから。オスカなんですよ。エビが見えるとオスカなんですね。見える？チキン。このね。これモナコ。モナコあんのでいきます。モナコあんので。モナコあんので。これはね、牛乳だけで伸ばしとるわけよ。伸ばすのもやり方があるんよね。混ぜるっていう形じゃなくて、合わすような形、ふわっとなるようなベシャメルをのせにはいけんのよね。だからそれをもう自分の目とこれを触った時のその感覚で、今日の一日の濃度はこれぐらいの濃度じゃねえけん。それはもう気温でも全然違うよ。寒さと暑さがあったらそれぐらい難しい。昔だったらアイドルタイムで食べるような料理がグラタンだったんですね。あ、そうなんです。そうそう、だからオイルさんとかブティックのお姉さんとかっていう方が3時ぐらいに小腹が空いたなっていうような形で袋町のリゾートへ来てくれて食べるような状況、喫茶店プラスその多少の軽食があるというような形よね、最初はね。それが今はですよ、もう70、80のおじいちゃんおばあちゃん、2世3世ぐらいの方が来られるね。皆さん懐かしいって言いますよね。そうだからそうと考えた時に、もうやっぱりグラタン1本でやってきてよかったなっていうのはありますね。結構その専門店にするっていうところは勇気がいったんじゃないんですか？そうですね。だからもちろんそのグラタンを始める前はもちろんランチとかやってましたよ。もうコーヒージュースとかいろんな形でね、スパゲティもありましたし、だからそれでもう初めて五分五分ぐらいかな。でこれではもう落ち着かんないいうことで、ある業者と相談してこういうのを作れるっていうような形で作ってもらったんですよ。それからもう50年ぐらい。あの機械？だからああいう機械うちしかない。あれを例えば電気にするとかしてもダメなんですよ。温度が出てこんないね。うちのやつはあれ230度から240度の温度なんですよ。入れて色がつくまでそうよね、10分足らずで色がつくんですよ。その色のつけ方でもグラタンをこう回していかなきゃいけないんですよ。動かしてました。そう色をまんべんなくつけてお客さんに提供する。そのグラタンを出来上がるまでが面白いんよ、俺は。こっちへずらしてこっちへずらしたり形で、その自分が思った色が出るまでがね、それが面白い。ソートモナコいきます。